お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回もね、前回の続きでコーギーの作り方なんだけど、ちょっとね、ごめん。今ここまでできてます、顔。で、ちょっとね、この前の続きからここに至るまでの動画が、僕のミスでね、ちょっとね、動画ね、消しちゃったの。で、復元できなくて、で作り直そうかなと思ったんだけど、ちょっとね僕も納期があるもんだからちょっと作り直してる暇がないので、とはいえね、みんなせっかくね作ってるのにちょっと作り方がわからないと思うから、ちょっと簡単にだけど、別のやり方でね、顔の作り方の説明をします。で途中からねまたこの作り方の動画はまた始まるので、ちょっとね一部分が抜け落ちちゃってるんで、ちょっとねそこはちょっと勘弁してください。はい、じゃあ行きます。はい、それじゃあね、さっき言ったようにね、ちょっとね、動画を削除してしまったので、復元できないんですよ。で、ちょっとね、ごめんなさい。別のやり方で、このね、図を使ってね、説明していきます。前の動画で、とりあえずあそこまで作ったら、その後ね、肉付けをしていくだけなんだけども、基本的な作り方は猫の時と一緒です。基本的には。ただ、その、肉付けしていくパーツの形が違うっていうだけです。だから僕の中であまり犬なの猫だのっていうので、違いはあるけど、基本的にはただパーツの形、大きさが違うぐらいのものでしかないですね。基本的にそのまぶたをかぶせて、そこから肉付けをしていって、それぞれの形を仕上げていくっていうだけです。で、猫の時にね、耳の土台僕は作ってるんだよって言ったけど、犬の時だ作るし、その辺はね、全部一緒です。コーギーに関して言うと、これね、例えばこの正面から見たら、このどこをへこまさなきゃいけないか、どういう感じに肉付けしていかなきゃいけないかっていうね、これをね、見てもらいながら作ってもらえればいいかな。横顔とか。これをこう総合的に合わせると、どういう風になってるか。例えばね、この出っ張りの部分あるじゃない。これを、犬も猫もそうなんだけど、これをしっかり表現してあげる。こういうところね。で、正面から横から上から見たときにどんな形になっているのかっていう感じで、これねちょっとねこの毛の部分はね関係なく見てほしいんだけど、この部分だけ見てほしい。こういう風に表現してあげる。で、一気に作るんじゃなくて、やっぱりね少しずつ肉付けをしていって、こういう風に形成していってあげるっていうことをやってみてください。するとね、顔の作り方ができると思うので、特にこの口元のこんな感じとかね。こういうとこが大事。やっぱりこういうところの細かい部分の表現がやっぱりね、こことか、この辺のへこまし方とかね。こういうところがね、やっぱりみんな足りないから、だからどうしてもこうベースの状態で単調な顔になるから、植毛しても仕上がりがね、単調になっちゃう。こうやって凹凸を作っても植毛しちゃうと埋もれちゃうから、やっぱりこのベースの段階でしっかり作ってあげるっていうのを僕は大事にしてます。はい。じゃあね、後半は引き続きね、さっきのオープニングで見せた顔の状態、あそこからのね、続きやっていきます。はい。はい、ここからはね、引き続きね、作り方やっていくんだけども、さっき見せたね、写真っていうか画像みたいに、どこがへこませなきゃいけないかとか、そういったところをね、こう、見ながらね、形を作っていってください。僕もね、これ今、横にモニターを置いて、実際にモデルの子の写真をね、見ながら作ってるんで、みんなもさっきのね、写真っていうかね、画像なんかをこう、画面に映し出しておいてね、作っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ここからね、後頭部作っていきます。これもね、まず、適量取って、これも一気に後頭部を作ろうとするんじゃなくて、少しずつしっかり固めて、また肉盛りしての繰り返しです。どんどん刺していくね。でね、どうしてもやっぱりこのつなぎ目って弱くなるから、そこをしっかり、剥がれることはないんだけれども、しっかりと圧着してあげることと、後から肉付けしていくパーツってね、どうしてもやわくなっちゃうから、そこをね、しっかりと同じ硬さになるように、いろんな針使ってこれもやってるんだけども、いろいろね、やってみてください。でね、これね、裏から刺していくときも、できれば目玉にヒットさせないように
刺し方十分注意してね、やってください。これはね、スピード針を使ってどんどんとりあえずまず形を概略作ってあげて、でこれはレギュラーだね。レギュラーの5本針でどんどん刺していく。なかなかね、これもね、結局この僕のこの手順が正しいとか正しくないとか、そんなことは人によって違うから、これを真似してやるんじゃなくて、これはもうね、手段の話であって、目的はさっきね、見せた画像のような形、ベースの形をしっかりと作ることが目的だから、その手段であるこのやり方、手順っていうのは別に自分がやりやすいやり方でやればいいから、初めからね、後頭部ある程度固めた状態のものを装着したっていいし、まあ、やりやすいようにやるといいですよ。はい、でね、どんどんね、作っていくんだけども、まだまだパーツが弱いから、しっかり固めてあげる。でね、これみんな気をつけなきゃいけないのが、僕もそうなんだけど、一番陥りやすいのが、今ね、こっから、これはね、頬の肉とかをつけていくんだけど、だんだんさっきのね、この図のように形になっていくじゃない。で、ここが一番重要で、形を作るのにこだわってしまって、硬さが失われてしまう。どうしてもね、この締め込むと形が崩れていくじゃない。潰れていくから。で、それをしたくなくて、せっかくいい形にできたからって、この形を守ろうとする。で、潰せないでいると、パッと見形ができてるんだけども、実際は柔らかいから、植毛したらもう形がどんどん崩れてっちゃうから、形よりも硬さを重視すること。これがね、すごく大事。こうやってね、足りない部分を少しずつ形成していく。結構ね、僕はスピード針でね、最初何でもやるんだけども、だいたいこう、あまり深く刺さずに、スピード針でバーっとこう、貼り付けてあげて、全体的な形を整えたら、レギュラーに持ち替えて、まあ全体的に形を作りながら締め込んでいく。で、最終的に、まあ仕上げ針、極細の針で、さらにこう、締め込んでいくような、まあそんなのがパターンかな。こうやってね、少しずつ形を作っていくんだけども、僕もね、未だにどの作品を作ろうが、この段階ってものすごく不安になるんだよね。で、なんでかさってなかなかね、この段階じゃ似せていけないから、このまま進めて合ってるかなって毎回思いながら手探りでやってる。だからこそ、少しずつ肉付けをして形を整えていくっていうことをやってんだけども、でもそれをやることによって、やっぱりね、このベースの出来上がった時、その時に、もうすでに似てるなっていう形が作れるから、もうそこがね、すごく大事じゃないかな。やっぱりこのベースで似てなかったら、当然仕上がっても似てるわけがないから。で、ベースのうちだったら修正もできるしね。だから、ここに少し時間をかけてあげた方がいいんじゃないかなと。これはね、後頭部とかこの辺やっぱりね、弱いから、しっかり固めてってあげる。形をね、作っては、どっか緩いとこ固めてとかね、こうやってね、やってるうちに、さっき締め込んだところが、こうやってね、一箇所締めていくと、全体的なね、締まり方のっていうか、なんていうかな、こう力のバランスが崩れるから、やっぱりやばいとこがまた出てくるから、こう、肉付けしていくたびに、全体的な、なんていう、締まり方のバランスっていうかな、硬さのバランス、そういったものも手でね、こう触ってるからね、感じてくると思うから、気づいた時に締め込んであげる。だからちょっとね、僕のこの作り方見てたら、なんかね、作業があっち飛んでこっち飛んでってこう、何やってるかわからないと思うの。規則正しくないから。でもそれって、こうやってる中で、こう手の中で、ここ緩くなってきたなって思ってて、その時忘れないうちに、こう締めようとしたりしてるんでね。だからこう、
仕事があっち行ったりこっち行ったりするんだけども、ちょっとね、あまりなかなか参考にしづらい動画ではあると思うんだけども、で足りないところはこういうふうに薄く乗せてあげたりとかね、こういうふうに少しずつ形を作っていく。こんな感じでね、どんどん肉付けしては締めていっての繰り返しです。僕ね、今犬と猫のオーダーしか受けてないです。で、最初から犬と猫をやるって決めてました。でね、これなんでかって言ったら、やっぱりね、そのオーダーで食べていけるようになろうっていうのが僕の中で目的としてあったから、やっぱりね、犬専門作家とかね、猫専門の作家ってどちらかに偏っちゃうと、単純にだよ、その当時考えてたのは、単純に注文数が半分しか取れないんだったらもったいないなと思ったから、犬も猫も両方やろうっていう、すごく浅はかな考えなんだけども、でもそんな目的で始めたんだよね。でもやっぱりね、実際やってみてよかったなと思うのは、犬も猫も両方作れるようになったから、やっぱりね、そこはね、2つ挑戦しといてよかったなって思います。だからみんなもこう、オーダーだけじゃなく、時間のある時なんて、いろんな動物を作るのにチャレンジするのもまたね、いろんな発見があっていいと思うし、いろんな技が身につくと思うからね。やってみたらいいんじゃないか。僕もね、今までね、遊びも含めてだけど、蛇作ったことあるのと、あとね、ゴリラ、それから、キツネ、馬、鹿、そんなのをね、あとハムスターとかね、そういったものも作ったことあるんだけども、やっぱりね、違う動物を作ってみるっていうのは、また新たな発見があって、すごく自分の技術も上がるから、ぜひぜひね、時間ある時なんかはやってみるのもいいんじゃないかなと。はい、これでね、どんどん刺し固めていきながら、凹凸をね、少しずつこれ出してってんだよね。だいたいこれぐらいできてからだね。これぐらいの凹凸とか概略顔の全体のシルエットができてきたら、しっかりとさっきね見せた図のような感じで、講義っていうかモデルにね近づけて、この凹凸がどうなってるのかっていうところを見ながらしっかりと作っていく。本当にこの辺が一番大事になってくるんで。で、今ね、これね、眉間のところがね、もう少しへこませたいとか、本当に細かいとこなんだけど、ほんのちょっとの差がね、やっぱり後から出てきたりするから、やっぱね、この付け足した部分はね、どうしてもやわいままになってくるから、表面はね固まってるんだけど、中の方はやわかったりするから、しっかり刺してあげる。これはね、今ね、マズルの角度がちょっとね上に上がりすぎているからね、ちょっと下げて固めてたところですね。で、下顎、これはね、今回ね、ちょっと口開けてる作品を作るから顎を外してるんだけれども、時々合わせて全体的なシルエットを見て、イメージを膨らましながらやるっていうのがすごく大事かな。だいぶね、犬らしい顔になってきてるんだけども、それでもね、まだまだ形つけなきゃいけないんだけども、これはね、目の上の膨らみのところを作ってんだよね。ここもね、こういう形にこだわるんじゃなくて、形と硬さもしっかり出してあげる。で、もしね、一発で足りなかったら少しずつね、付け足してあげればいいだけだから。こういうね、目の上の膨らみとかね、しっかりと表現してあげることで、ほんのちょっとのね、高さの違いなんだけども、そこの凹凸のでも違いがね、仕上がった時、完成した時に、やっぱり見栄えが全く違うから、
こういうとこね、ベースの段階から大事にしてあげる。作ってあげる、しっかり。でね、中にはね、人それぞれの作り方あるから、こんなのはね、毛入れてから作るんだっていう人もいるかもしれないけども、僕ね、これなぜベースの段階でここまでやるかっていうと、自分の中でね、イメージをしっかり持ちたいんだよね。たとえ二度手前になろうとも、これがね、作ったものが毛にね、埋まってしまって、見えなくなる箇所であろうとも、毛を入れてからね、そういう表現をしなきゃいけない場所だから、その時にね、このベースの、ね、はっきりと全体のシルエットがわかる状態で作り込んでいると、自分の中でどういう形にしなきゃいけないかっていう尺度が持てるのでね。そのためにもこれはね、二度手間になろうがなんだろうが無駄な作業ではないな、すごく大事な作業だなって僕は思ってるんだよね。今ね、これ指してるのは口元、口角の部分なんだけども、ここね、結構僕気をつけてるかな。気をつけてるのは、形そのものもそうなんだけども、目の位置とその口角までの距離っていうのを気をつけてる。で、なんでかって、これはね、僕の癖なんだけれども、どうしてもね、この目の距離とね、口角の距離が近くなりすぎてて、今までの作品が。だから出来上がった時にちょっと違和感があったりしたから、最近はね、そういうところをね、気をつけて作ってます。で、みんなもね、必ず自分の癖っていうのが必ずあるから、それをね、なるべく早めに見つけた方がいい。で、その癖を、癖はね、癖だからどうしても出ちゃうから、でも、癖をね、理解してて、分かっていればその対策をすればいいだけなので、そんなところね、癖見つけるのもすごく大事になるからね、覚えておいたらいいんじゃないかな。これもね、何度も言うけど、形を作ったら、しっかりと硬さを出すことも忘れずに。で、しっかり締め込んでいったら、弱いところはね、へこんでくるからね、そういうところはもう一度肉付けをして。でね、こうやって今、上から見て、マズルの形整えてるんだけども、いろんな角度から見て、全体的に形を整えてってあげる。どうしてもね、この正面からとか横からばっかりになっちゃうけどもね、いろんな角度から見るっていうのが大事。でね、今これ線が出るような感じで、くっきりはっきり線を出すような感じで刺してるんだけど、ベースの時はね、これぐらいはっきり、なんだったらもっとね、はっきりくっきり出してもいいと思うんで、そこはちょっと好みによるけれども、その方がね、ここの凹凸をしっかり出してあげた方が多分植毛するときにやりやすいと思うんで、これぐらいは最低でも出してあげた方がいいかな。でね、これはね、今ね、こっち側の頭の、量がちょっと足りなかったから足してるっていう状態。で、全般的にもう一度締め込んでってあげる。やっぱりね、形ができたらね、仕上げ針を使ってね、しっかりと全般的に締め込んであげるのと、やっぱ表面をきれいに作ってあげる。ベースだろうがなんだろうが、やっぱりね、一つの作品を完成させるぐらいのつもりで、表面をきれいに仕上げてあげる。はい。だいたいこんな感じで出来上がってきてるんだけども、ちょっとね、前半作り方画像がないけれども、今こんな感じです。で、この子ね、ちょっとね、マズルが短いんだけど、それはね、モデルの子が短いんで、わざと短く作ってます。普通のコーギーだったらもう少し長く作ってもいいんじゃないかなと。はい、いろんな角度からチェックしてみてください。はい、今回はね、ここまでにします。